来年は例会も言ってますけど、最も早い年と言ってます。それは何かというと、振り落としていく年っていうふうに言われていて、完全に二極化して、社会のために頑張りましょうという人たちと、こんな社会なんか壊してやるっていう人が出てきます。はるさん、はい。来年から大変になるっていうふうにね、ちょっと言っていただいたんだけれども、どんなふうに大変になるのかについて、今年中、あともう3ヶ月残り、はい。この備えておくこと、やっておくべきこととか何かあれば。まずね、今年の最初に計画を立てて、どんな風に進んでいきましょうみたいな話あったじゃないですか。はい、動画でね。そう、動画でやったんですけども、その話から考えてみてね、まずあと3ヶ月となった時に、果たして自分たちが1月に決められた方は、ちゃんとその決めた通りに進んでるかどうかっていうことをもう一回要チェックしていただいて、大体がね、6割、良くても6割なんですよ。計画のね。大体3割とか忘れちゃったっていう人も多分多いと思うね。時代に流されちゃう。はい、それで、まあ3ヶ月しかないから、じゃあとりあえず目的決めたその1年間の目標に対してスパートしていかないといけないよねって今時期なんですよ。で、今言ってるように、じゃあなんで1月に決めたことをね、できないかとか、いや、下手すると忘れちゃう人もいるじゃないですか。これ何かっていうと、実は人間のね、思考って動いてるじゃないですか。常に。ね。で、地球上の時間も動いてるじゃないですか。で、当然時間と別にその時空のエネルギーも動いてるんですよ。で、昭和の時代ってのは、もっと今よりスピード遅かったんです。もっとゆっくりだった。言われてみれば。だから思い出してもわかるように、すごく今みたいなスピード社会じゃなかったなって。じゃなかったですね。気がするでしょ。なんか時間が止まってはいないけど、ゆっくり進んでて未来は明るいよな。のどかな感じで。のどかな感じあったよね。今って早いんですよ、実は。早いから、どれぐらい早いかって言ったら8倍ぐらい早いんです。そんなに？相当早いよ。相当早いから、情報がまず錯綜するでしょ。そうですね。だって1月に聞いた情報、もう3月古いですよ。はい。で、4月に来た情報、5月、また間違ってましたよ。こうなりましたっていう変更あるじゃないですか。このように、情報が肩になってきて、情報がいっぱい入ってくると、スピードが速くなります。なるほど。で、そうすると1月に決めても、情報が早すぎるので、その情報に追いつこうとするがあまりに忘れちゃったり、自分の予定通り進まなくなったりとかするわけです。あと人間何するかというと、情報に追いつけない人たちは、情報に追いつくので精一杯になるんですよ。だから、時間に押される、追っかけられるようなイメージになっちゃう。常に焦る感じが。焦る感じになっちゃうんです。実はこれがね、今8倍って言ってるじゃないですか。2024年って10倍になっちゃう。もっとさらにもっと速くなるんです。で、これ10倍ってすごいやばいことで、10倍までスピード上がっちゃうと、確実に目に見えて離脱者が出てきます。もういいや。自分たちで勝手に生きていこうとか。もういいや。みんな努力してるかもしれないけど、どうでもいい。もっと具体的に言うと、交通ルール守らなくていいんじゃないの？タクシー今までだったらこういうとこ止めちゃダメだけど、平気で止めちゃえ。もう自分さえ良ければいい。最近なんか皆さん増えてきてません？無秩序な状態。秩序が崩れていきます。秩序っていうのは、スピードの中でみんなが守ってるルールなんですよ。大きなエネルギーのスピードの中でみんなが走ってる中で、当然守るじゃないですか。秩序って言いますよね。今その秩序がないわけじゃなくて、速い人たちの中の秩序はあるんですよ。時代の風に乗ってる人たちは、全然その秩序を守ってます。でもおそらく今8割になってる段階で、7割ぐらいの人が、いや、6割ぐらいの人が追いつけなくなってきてます。だから6割ぐらいの人たちが秩序を探してます。新しい秩序。だからその中で、ジャニーズのね、ような、そういう物議も出てきたりするんですよ。大事なことは、この8倍のスピードで、来年も再来年も行くなら、だんだん慣れてくるじゃないですか。そうすれば、こうしよう、ああしようっていう対策も打てるんですけど、さらに早くなるんですよ、来年が。で、来年は例会も言ってますけど、最も早い年と言ってます。それは何かっていうと、振り落としていく年っていうふうに言われていて、そこでもう完全に二極化して、社会のために頑張りましょうという人たちと、こんな社会なんか壊してやるっていう人が出てきます。それが来年かな。
だからアメリカとかでもね、日本円で14万くらいまででした。もう盗んでももう警察が出動できないから、まあ盗んで OK じゃないけど、盗んでも大丈夫なくらいもう治安も乱れていきっていうのが、もう今からそういうことが起こっていってる。日本でもあるんですよ、実はそういうところ知ってました？知らないです。例えば、ある、まあ、いわゆる地方都市でね、普通にラーメン屋さんとかで、例えばレジ金開けてて、そこからお金取ると。例えば従業員がね。っていうのは普通っていう地域もあります。だから税理士さんたちは、取られることを分かって計算しなさい。っていうところもあります。つまり、必要悪みたいになっちゃうんですよ。でも東京からするとダメじゃないですか。これね、窃盗じゃないですか。つまり、ちゃんと時代に乗っかってる中心のところではダメだけど、地方はもう追いつけなくなっちゃってる。それを全部取り締まってるとややこしくなっちゃう。だったら忖度して、そういう人はいなくならないんだから、もう最初からそれを取られることを計算にして売り上げしなさい。もっとじゃあ値段上げていきなさいみたいになっちゃうんだと思うんだよね。それをだからアメリカだとそうですし、まあ特にね、5、6年前のニューヨークに比べると、警察官が相当減っているので、前はね、マンハッタンの街中に警察官がいたので、ちょっと揉めても飛んでくるぐらいの勢いだったけど、今はもうそれもないしね、犯罪も増えてきてるし、逆に犯罪容認じゃないですけど、ある程度犯罪に対して全部主流で走ってる側で取り締まろうとすると無理が来るようになってくるんですよ。そうなってくると、いわゆるスラム化が起きますよね。要するに、まともにやってる人たちとまともじゃない人たち。こんな言い方良くないんですけれども、格差が出るってことですね。そういうふうになってくると、よりうまくいってない人たちは上がれなくなる。確実に大きな、そこに、エアポケットができて、全部そこに落ちてってしまうっていうことが起きるんですよね。これがこれからの時代です。ただ、分かっていただきたいのは、お金があるからないから仕事ができるできないとかじゃないんですよ。一番大事なのは時代に乗るってことなんですよ。今の時代って皆さんも分かるように暴力絶対ダメじゃないですか。で、逆に人のことを、どんな人であってもそのアイデンティティをちゃんとね、守ってあげて、で、理解してあげて、その上で人を生かしていこうっていう個人の時代なんですよ。そういうところを理解した上で、みんなで助け合っていこうねっていうことが一つ大事です。もう一つは、僕も今これ会社を運営してるからよく言いますけども、会社の社員さんたちってミス必ずするんですよ。で、このミスすることは、僕ら昭和の時代からするとミスしたら怒られたんですね。怒られて叩き上げで教えられました。要するに怖さで、ミスしたら怖いんだぞっていう。そしたらミスすること自体の怖さよりは怒られる怖さで覚えていくわけですよ。で、だんだん時間が経っていくうちに自分が責任者になった時に、社会的にもダメなんだなってことを気がつくっていうのが僕ら昭和なんですけども、実は今の時代ってね、ミスしたら怒っちゃダメな時代なんですよ。なんでかわかります？ミスしたことによって反省するじゃないですか。素直だよ。そうすると反省することによって、またミスったらどうしようって考えちゃう。でミスしたことに対して引っ張られません？そうですね。余計にね。基本的に私たちが仕事の中で起こすミスっていうのは、故意はないですよ。基本そうですよね。一生懸命やってる中でね。僕はこれからはいわゆるスピリチュアル時代になっていくので、こう考えた方がいいと思います。この人がやってない。要するに、ついてる青リレーがやってるとか、もしくはわざと失敗させることによって焦らせて、どんどん大きい失敗を呼び起こすような考え方を作ろうとしているように僕には感じます。で、みんな周りも巻き込んでいくわけですね。昔ドイツ人がね、ドイツ人と僕仕事してた時に、こうやってグラスがあるじゃないですか。グラスがポコンって落ちちゃったんですよ、たまたま。ドイツでね。パキンで割れた時に、僕は謝ったの。ごめんなさいって。そしたら、ドイツ人たちみんな、そこにいる人たちみんな、おーって言って、いやいやいや、それ君が悪くないよってすぐ言ってくれたの。なんでって聞いたら、いやいや、そのグラスは君の手によって割れる運命だったから、これあなたがのせいじゃなくて、グラスの人が寿命だったよっていうふうに言ってたんですね。それ聞いた時に、この人たちの考え方はすごいなって、すごくもう40年ぐらい前ですよ。35、6年前か。それぐらいやはり、私たちの常識は世界の常識じゃないし、やっぱり国々によって文化があるから、当然、これ明らかに間違えたことをくよくよしてると、どんどん間違いを作るなってことを
分かってる国の人たちっていうのは最初から反省しないんですよ。哲学してくる、哲学してるんですね。反省と哲学って違いますもんね。まあそれが行き過ぎてアメリカみたいに間違っても間違ったって言うんだっていう話もありますけど、それ逆に行き過ぎちゃった話。まあそれがいいかどうかは別としてもね。まあ一番言いたいのは、とにかくあんまり反省はしない方がいいと思います。間違えたことに対して。ただ、自分自身を良くするためには、周りを良くしないと良くならない時代に絶対なっていきます。それはなぜかというと、個の時代だから。グループの時代だったら、誰かが引っ張ってくれたら、渡り鳥で、まあみんな空気に乗ってれば飛べたんですよ。渡り鳥ってこう V 字でみんな飛ぶでしょ、あれ実は先頭だけ頑張ってるんです。頑張ってるんですよね。で、先頭の風に乗って、他の鳥は羽を休めてるわけですよ。で、どんどん交代していくじゃないですか。これが、まあいわゆる渡り鳥経営、つまり昔の集団のやり方ですけども、今の時代ってそれがないので、個人個人でみんな飛んでますから、本当に助け合わないと落ちていっちゃうんですね。逆に誰かを助けないと自分だけでは飛べないんですよ。そういう時代になってるんで、まあ、ちゃんと時代感を読んでね、お互いに何が起きても助け合う。誰かが失敗してもフォローする。で、フォローするところが一緒にそれを哲学して、良い方向に持っていくっていう風に切り替えができる人が、僕は時代に乗れると思います。だから来年になって2024年、また来年の1月にも同じのを取りますが、どんなことを私たち目指していきますかっていうのは大枠で言えば、本当の意味でお互いが助け合っていける。お互いを批判しない。お互いを落ち込まさない。そして速いスピード、10倍になるから、そのスピードに対して落ちていかない。強い気持ちを持って、前向きに進んでいく気持ちを持つ。前向きな気持ちを持つっていうことは、まあ、反省したり落ち込んでる暇がないってことなんですよ。というか、マイナスの要素は持てば持つほど落ちていくと思うので、そこは一番気をつけた方がいいかなって思いますね。じゃあ、これからの残り3ヶ月間、まあ、来年に向けての、心構えと、あと残り3ヶ月の間に、年始にこう立てた目標とかが、達成できているのかっていうところを改めて顧みるっていうことです。見ながら、なおかつ、この3ヶ月で一番わかりやすいのは、今じゃあ、ハルさんが言ってるみたいに世の中本当に二極化してますかっていうのを、まず、皆さん見てみてください。昔に比べて、じゃあ、店員さんとかね、例えばお店とか、自分たちが利用するサービスに含めてね、世の中の人たちがどんな発言をしてるのかとか、うまくいってる人とダメな人とうまくいかない人とね、二極化してもう始まってるんですよ。そういうところをちゃんと自分たちで見ていくと、はっと気がつくと思います。で、その上で、この人うまくいかないよな、この人うまくいってるなっていうのをちゃんと見極めて、うまくいってる人の真似するのが一番いいですよ。で、自分の行動とちゃんと照らし合わせてっていうことですね。そういうふうにしていただけると、僕は来年乗れるんじゃないかなと思います。そういう意味では来年は緊急事態だと僕は思っているので、ぜひスピード感のある時代をね、私たち来年もずっとこの YouTube 続けていきますので、一緒に乗り越えてね、この息苦しい時代ですけどもね、脱落しないように頑張ってみんなが進んでいける動画をね、たくさん作っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。